2階の木造部分のところを浮かすような構造形式にして違いを感じさせたいなっていうところと、光の入り方の面白さっていうところを表現したいなと。横のスリットがあったり、縦のスリットがあったりとか、なんかそういうところを狙っていきたいなと。藤原室建築事務所藤原です。小野です。インタビュアーの大西です。ご夫婦の二人住まいの家になっていて、車を入れて自分で何かちょっと整備がしたいなっていう人でした。1階が基本的にちょっとガレージになってるんですけど、上の方が住宅のエリアにはなっていますね。なんか分かれてるみたいに後ろの左の方になんかまた建物みたいなのあるんですけど、切れてるように見せてるんですけど、中で繋がってる構成になっていて、そういう切れ目からいろんな時間とともに光がすり替わっていく雰囲気が作れたらなっていうところと、この切れ目の特徴っていうのを活かして外観を作り上げていきます。さあ、外観のこの下はコンクリート、そうですね。下がコンクリートになっていて、上が木造になっている。かたやその手前の方の小さめの方は打ちっぱなしになってまして、で上部はまたそれに合わせたような、表情的には4種類なのかな、なってるんですけど、あんまりうるさくないように同じような色目で統一させながらもなんとなく違うかなって感じさせるような表情を目指していきました。あえて段差を作ってるっていうのは、木造の部分と下の RC の部分とのちょっと分離感を作ろうとしたところもあるし、そこから光や風を取り込むためのスリットにもなるかなっていうところもありますね。やっぱりこの若干のこの段差によって目線のズレとかいろいろ出来上がってくるので、広がり感も生まれてきますし、そういったところですかね。もともとはその暗い場所を守りたいっていうのがあったんで、それでなんかちょっと閉じた形を考えたけど、それだったらなんかすごい単純すぎるし、なんかあんまり面白くないなってところで、それでちょっと切り分けながら考えていくみたいな、そういう話から始まってるっていうのがありますね。大体これって面積的にはどれぐらいの建物になるんですか？上床面積107平米、32.5 坪。二人暮らしってなると十分ぐらい。でもガレージで多分10坪弱なんで、だいたい実質居住スペースって20前半じゃないですかね。コンパクトかもしれないですね。部屋がないので。敷地はどれぐらい？ 95.6 平米。28.92 坪。大きくはないけど小さくはない敷地だと思いますけどね。まだこういう街中としたらよくある大きさかなと思います。じゃあ早速中に入っていただきたいんですけど、玄関入って中ってどんな感じになってるんですか？これは図面で言うとどこら辺の1番のその玄関のところから7番のドアの開いているところを目指して撮ってる写真ですね。これはじゃあ玄関からガレージに入りたいっていう要望があって扉をつけたっていうはい。この玄関入って1番と4番のところに線があるんですけど、これは何か仕切ってるんですか？ここに段差があるということを示していまして、ちょうど写真に現れている靴を脱ぐところと段差を示しているところですね。ここで靴を脱いで、靴はどこに置くんですか？この靴脱いで、2番とか3番とかところの収納があって、そこに靴入れがあります。お隣が紫色になっているところがトイレですか？6番の部屋は何の部屋に？お仕事的に使いたいなっていう話で個室ができました。ここ扉がガレージのところにある？そうですね。これガレージの収納も使うかもしれないということも出てきて、扉をつけましたね。仕事で使えるような形の動線にしたいというのがあったので、玄関入って家の中入らずに独立して使える。で、来た人はお寺で使う時も1階にあるみたいな感じで。仕事でここにお客さんが来る部屋になるんですか？個室としても使えるけど、そういう時も対応できるみたいなプランにしたいと思います。これって大体どれぐらいの広さなんですか？5畳ぐらいかな。この写真見るとすごい上から光が来てるんですけど。2階の床を通し少し視線が抜けるような部分があったり、光がちょっと漏れてきたりと、そういう部屋になってます。この独立したガレージのボックスみたいなデザインとその光の入れ方っていうのを連動させてるっていうイメージで作ってる。
ガレージの中は、これは車が1台止めれる感じですか？1台とバイクが1台。これって天井どれぐらいの高さなんですか3メーターぐらい。ちょっと高めぐらいですね。この写真の右側、これはシャッターですかこれは木で作った引き戸になって3枚の引き戸になっていますね。手動なんですけど、どうしてもちょっと電動だとなんかシャッターの表情があんまりかなというところもありまして、外壁と同じような素材で引き戸を作らせてもらいました。この天井に明るい部分、四角いのがあるんですけど、これは2階にガラスの床が引いてありまして、上にまたトップライトになってまして、そこから光がまた漏れてくるようになってます。そのガラスの床って、そうやって人が乗っても大丈夫なんですかそうですね、ガラスの床は大丈夫です。これはじゃあ、13番から下を見たらガレージが見えるんですかねそうですね、これ見下ろしたら車が眺められるようになってはいってますね。そしたらちょっと一回戻って階段から上がってきたところのまず入って見えるのが、これはキッチンですかはい、キッチンですね。これ何でできてるキッチンなんですかこれコンクリートで作ってます。コンクリートでキッチンって作れるんですか、はい、作れるんですけど、やっぱり基本的には重たいので、ちょうど今回は1階が RC でできてたので、その上に重たいものを乗せても大丈夫だったので、ちょっと作ることができましたね。シンクのと横になんかちょっとへこんでる部分があるんですけど、これってなんでへこませてるんですか洗ったりとか、水が周りに落ちにくいように、ここでまな板を置いたりとかしてるんですけど、ちょうど水がこう出てかないようにしてるんですね。そのままシンクの方に流れていくようにちょっとへこませてるってことですね。このキッチンのその横になんかまた板がついてるんですけど、これもコンクリートのなんですかね。このでかい板ですか。でかい板ですね。テーブルになってますね。ちょうどこうカウンターみたいになったり。もう一緒にじゃあ作って一緒にコンクリートで作ってしまおうと思って。そうですね。一緒に、すっきり見せるために一緒に作りましょうか。肩持ちになって足もなくせるんで。これ足ないんですか？浮いてるっていうことですか？そうですね。キッチンのとこから持ち出ししていますね。これはコンクリートだからできるっていう感じ。そうですね。コンクリートだとまたやりやすいですね。キッチンの図面で言うと、奥に何かへこんでる部分があるんですけど、これは何ですか？これは冷蔵庫を置いたりとか、家電調理器類が置いてあったりとか。パントリー的な要素ですかね。そうですね。冷蔵庫もじゃあ、あえて外には出さずに。なんとなくちょっと目線から外れるようにしてますね。このキッチン、壁の部分になんか隙間があるの、これは何ですか？ここはエアコンが隠されてますね。エアコンも隠してるんですね。はい。そのさっきのテーブルの下の水色になってるのって何ですか？ガラスの床が引いてます。これはじゃあさっき玄関で見上げた、見上げたところになっていきます。ここから下にも光がいってるってことですね。この写真は図面で言うとどこから撮ってる写真ですか8番の8っていうところくらいから、キッチンに向かって眺めてるところですかね。洗面室っていうことですね。そうですね。洗面の横にお風呂があるんですね。はい。この14番って何ですか？物干しのスペースになりまして、で、ちょっと右奥の点々点々になっているところが洗濯機を置かれて、上のちょっとライン状になっている破線のところが物干しですね。ここにもシンクがある感じの絵なんですけど、掃除用だったり、ちょっと泥を流すとか、そういったためのシンクですね。この11番の部屋は何の部屋になりますか？11番は、一応リビングスペースみたいなところで、写真にはちょっとソファー置いてないんですけど、ソファー置いたりとか、そういうスペースですね。リビングっていうことはテレビが置かれたりとかすると思う？テレビがちょっと小さめにこの収納の下に置かれるようなイメージ、ほんと床上に置かれることになってます。上は収納なんですね。上はずっと収納になっていて、ここで服入れたり、
団入れたりとか、まあ、そういうスペースですね。結構壁一面に収納なんで、結構収納量が。ここで収納量を確保してます。このキッチンのとこと、キッチンのとこからリビングに上がるところに、これは段差があるんですかね。はい。これはなんで段差を設けたんですか？まあ、下がガレージになってまして、そこのガレージだけ天井高が高いんですね。で、他の天井高高くする必要はないので、まあ、そのガレージ高くなったから自然にまあ段差は出来上がるんですけど、カウンターに向けて腰掛けれるようなスペースを作ってます。ここのじゃあ段差に座るとちょうどテーブルのはい。高さになれるっていうことですね。これは図面で見ると、このリビングの空間って窓がないんですけど、写真で見ると結構明るいなって感じました。いろんなところから光が入ってくるイメージですね。そうですね。なかなかそこのあたりは伝わりにくいかなっていうところですね。これはサンルームのところからも光が入ってきてるし、スリットのところからも入ってきてるっていう感じですね。こう図面でね、こう見て普通を考えると思うんですけど、やっぱり立体で考えると図面で完全に違うんで、あまりこう図面で考えないようにしてますし、まあそこら辺もちょっと意識して打ち合わせをしているところありますね。今のこの写真で言うとどこから見てる写真ですか？これはちょうど今12番の布団が並んでるところぐらいから。布団を引くということは寝室ということですか？そうなんです。ここちゃんとした寝室がないんですね。そうですね。壁で仕切らなかったっていうことなんです。マット引いて寝られるという。一番この奥の高いところに寝室のスペースを作ったのって何か設計で意図があったんですか？普通だったらまあ寝室作りたいっていう話になるんですけど、ここで寝るのでいいですという雰囲気で話が進んでいったので、家族構成が二人暮らしというのもあるかもしれないですけど、ロールスクリーンつけれるようにちょっと溝が入ってるんですね、天井に。この天井のへこみに、一応ここに何かつけれるようにしてます。この12番に上がっていくところの階段、さっき写真でちょっと見えたんですけど、あれもちょっと肩持ちに見えたんですけど、あれはどうやって作った階段ですか？これちょうど鉄で曲げて肩持ちで作ってもらったんですけど、まあ、ちょうど下にスリットがあるんで、あんまりそういうの邪魔しないようにしたいなっていうところと、あとはちょうどその固定できる壁が立ち上げて、コンクリートで立ち上げることができたので、この取り付いてるところの壁がコンクリートなんですね。なんで、そこに金結しやすくなったので、まあ、肩持ちにできましたね。この下のスリットって、これは窓が入ってるんですか？はい、ガラスがはまってますね。ガラスがはまってる。これがじゃあ正面から見てたコンクリートと木造の間っていう。これってどこから撮った写真？ちょうどサンルーム入ったところから13見上げた。ちょうどから見上げた。開けて見上げた。ここで植物育てたりする場所って。そうですね。このサンルームって過ごしたりすることもあるんですか？どちらかというと今は結構鉢がいっぱい置いてあったりとかしてましたね。ちょっと写真にはないんですけど。なんかすごく暖かそうだから、椅子とか置いて過ごしてもいいスペース。そうですね。このリビングと寝室のスペース、さっき収納があるっていう話があったんですけど、収納があるようにはちょっと写真では見えない。いかにも収納がずっとあるように見えちゃうと、ちょっとごちゃごちゃしちゃうので、内部の壁と合わせてずっと色を統一させてるんですけど、本当はもう引き戸の建具もずっと壁のように作られているので、パッと見はなんとなく収納があるような雰囲気には見えないのかもしれないですね。床から浮かしているのもあるので、そういったところからまたスリット的なイメージで、また光が漏れてきたりする。照明の計画も。照明はどんな風に入っているんですか？間接照明を上と下に走らせて光が漏れてるように計画しています。上と下に光ってるところっていうことです。この部屋の照明ってこの間接照明だけなんですか？そうですね。キッチンのテーブルとかキッチンの作業部分に対しては、ダウンライトで光を当ててはいるんですけど、あとは、実際の窓のスリットに対して側面にライン照明を仕込んであるので、そこのスリットは光る。ありがとうございました。ありがとうございます。
りがとうございました。 YouTube の概要欄でいろいろ SNS のインスタグラムとかノートとかリンク貼ってますので、またよかったらそちらも見ていただければと思います。これからもちょっと紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。